厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。皆さん、今日は年末特別企画です。なんと憧れのサントリーホールを取材させていただきました。サントリーホールは東京赤坂にあるコンサートホールです。世界中のどのホールにも負けない美しい響きで圧倒的な人気を誇っています。それもそのはず、サントリーホールは世界一美しい響きをコンセプトに建てられたホールなんです。世界的指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンをはじめ、世界の第一線で活躍している音楽家たちが議論を重ね、ホールの設計企画に携わりました。さらには専門家だけではなく、クラシック音楽を愛する聴き手の意見も広く取り入れられ、多くの人に愛されるサントリーホールが出来上がったのです。今も海外の超一流と言われるオーケストラや演奏家が来日する際は、多くの場合このサントリーホールでコンサートが行われます。私もこれまでリッカルド・ムーティ率いるウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏会や、マルタ・アルゲリッチとギドン・クレーメルのコンサートなど、世界レベルの名演がサントリーホールで響く瞬間に立ち会ってきました。今日はそんなサントリーホールにお伺いし、ホールの隅々まで映像に収めてきました。音響面はもちろん、視覚的にも美しいサントリーホールをぜひ堪能していただきたいです。最後までご覧ください。今日はなんと野外ロケに来ています。皆さんも憧れのこちら、サントリーホールに来ています。今日は特別にこの中を取材させていただきます。徹底的にサントリーホール大解剖しに行きます。それでは行きましょう。さて、まずはこちらのエントランスからスタートです。このエントランスから一歩入ると、途端に非日常の空間が広がります。取材に伺ったのは11月の下旬。この季節らしく、クリスマスの雰囲気に包まれたきらびやかな装飾が私たちを迎えてくれます。この空間はホワイエと呼ばれる、いわゆるロビーのような場所です。サントリーホールのホワイエは美しい大理石、世界的な名木マホガニー、そして赤くふかふかな絨毯が印象的な、とってもラグジュアリーな空間です。それだけではありません。天井を見上げると、ご覧ください。巨大なシャンデリアが空間全体を輝かせています。幅 3.8 メートル、奥行き 3.3 メートル、高さ 2.4 メートルという圧倒的な大きさです。使用されているクリスタルガラスはオーストリアのスワロフスキー製。その数なんと6630個。このクリスタルガラスはサントリーを象徴するものの一つ、蒸留酒の一滴一滴を表しています。このシャンデリアは光のシンフォニー響きと題されています。サントリーホールには響きにちなんだアートがたくさんあるんです。例えばエントランスの上の壁にあるこちらのモザイク壁画、これも響きをテーマにした作品です。またエントランス前のこちらの金色のモニュメントも響きをテーマにしています。響きの広がりをイメージした半円が並んでいます。そしてこのモニュメントの断面を見てみると、なんとサントリーホールのロゴになっているんです。このロゴも響きという字をモチーフにしているんです。サントリーホールがいかに響きにこだわっているのかがよくわかりますよね。それではそんな響きを堪能できる大ホールの中に入ってみましょう。こちらが2階席の C2 の扉の前です。じゃあ中に入ってみましょう。ホールの扉を通ると、ご覧ください。絶景です。大ホールの客席数は2006席。ステージの周りを360度取り囲むこの形はビンヤード形式と呼ばれます。実はこのビンヤード形式を日本で初めて取り入れたコンサートホールがこのサントリーホールなんです。
ビンヤードというのはブドウ畑という意味で、ブドウ畑の傾斜した段々畑のような客席が太陽というステージを取り囲んでいるようなデザインです。ステージと客席との一体感を感じられますね。サントリーホールがビンヤード形式になったのは、世界的指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンの熱心な勧めによるものでした。カラヤンは音響実験にも立ち会い、設計にも関わり、完成後の講演でこう言ったそうです。響きの良さに感動した。まるで音の宝石箱のようだ。その言葉通り、サントリーホールでは音楽の響きが太陽のキラキラした光のように、どの席にも愛情深く降り注ぎます。サントリーホールの響きの秘密の一つがこちらの天井です。大ホールの天井は下に湾曲した形になっていて、これがすべての客席に反射音を理想的に伝えるそうです。この天井の高さもサントリーホールの響きのポイントです。ステージの上を見上げると、響きを反射する透明な板、音響反射板がついているのがお分かりになるでしょうか。この板は高さを調整することができるため、演奏者や曲目によって最適な音響効果を得るようにセッティングすることができるのです。ちなみにステージの上の照明は一枚一枚がブドウの葉っぱの形になっていました。サントリーホールの魂が細部に宿っていますね。そしてホールの壁も音響反射板の役割を果たしているんです。この2階の壁は三角錐になっていて、ウイスキーの樽にも使われるホワイトオークが使用されています。またオーク材を使用したステージや客席の床や椅子の背板も反響板の役割を担い、こうした木材がサントリーホールの温かく豊かな響きにつながっているそうです。ちなみに1階の壁はホワイエと同じ大理石が使われています。さてもう一つ注目したいのは、私たちの座る椅子です。大ホールの椅子はビンヤード形式にちなんでワインレッドのブドウ柄があしらわれています。このデザインはオーストリアのバックハウゼン社のもので、1930年代のウィーンで流行した図柄だそうです。ゆとりのある席幅、前後の間隔とふかふかな背もたれは長時間のコンサートでも疲れづらく、演奏に集中できます。ちなみにこの椅子ですが、置かれている場所によってちょっとした違いがあるんです。1階席がこちら、2階席がこちらです。2つの違いわかりますか？そう、背もたれの高さが違うんです。これは1階から2階を見上げた時に膝が見えないように2階席の背もたれを高くしているんだそうです。どの席に座る人にも演奏を思う存分楽しんでほしいというサントリーホールの気遣いが見えますね。そしてもう一つ大ホールを紹介する上で欠かせないのがこちらのオルガンです。サントリーホールの設計の時に初代館長の佐治慶三氏がオルガンを設置すべきかどうかをカラヤンに相談し、こう言われたそうです。オルガンのないコンサートホールは家具のない家と同じだ。この言葉を聞いて慶三氏は迷わずオルガンの設置を決めたそうです。しかもこちらただのオルガンではありません。オーストリアの名門リーガー社が作った世界最大級のオルガンなんです。ストップの数は74、パイプは5898本。マイスターがパイプやリードを一つずつ手作りで製作したものです。ホールに備え付けた後にもサントリーホールの特性に合わせて微調整を重ね、今の美しい響きが実現したそうです。さて、大ホールがあるということは、そうです。サントリーホールには小ホールがあるんです。サントリーホールの小ホールはブルーローズという名前がついています。
2007年に改修した時にこの名前が付けられたそうです。よく見るとこちら、ホールの扉の右上に象徴的な青いバラの彫刻が一輪飾られています。青色のバラは自然界にはなく、作り出すことは不可能だと長らく言われていましたが、2004年に新しいバイオテクノロジーによって新品種青いバラが生まれました。これを実現したのもなんとサントリー社なのです。このショーホールも様々なアーティストにとって新しい挑戦の舞台となってほしいという願いからブルーローズと名付けられました。中に入るとまた大ホールとは違う雰囲気がありますね。落ち着いた気品の漂う空間です。この日は横型の扇形にセッティングされていましたが、シューボックス型と言われる縦型で使用されることもあります。アンサンブルの息遣いが間近に感じられる空間です。こちらの天井にもシャンデリアがありますね。床はローズウッド素材などを使った寄せ木細工の美しい模様です。ブルーローズはショーホールといえども天井も高く広々としています。壁も音をきれいに反射できるよう屏風のような形になっていますね。こちらのブルーローズの椅子は大ホールとデザインが違います。比べてみていただくとこんな感じです。形やクッションの厚みも違います。またブルーローズの椅子はバラのアーチの模様になっています。さて、こんな素敵な2つのホールを持つサントリーホールにはコンサート前から非日常を楽しんでもらうための様々な工夫が施されています。まずはこちらのステンドグラス。これは1階のステンドグラスで旋律の律という名前が付けられています。2階の通路にはこんなステンドグラスがあります。ブドウの実りをイメージしているそうです。また2階に向かう階段の手すり部分にはビールの原料にもなっている大麦があしらわれています。壁のこの模様も大麦をかたどっています。冒頭にご紹介したシャンデリアや壁画、モニュメントなど様々なアートが楽しめるのもサントリーホールの魅力の一つですね。続いてはこちら、ホワイエ横にあるショップです。こちらがサントリーホールのショップです。今からカメラを持ってグッズを確認しに行きたいと思います。音楽にまつわるアクセサリーもたくさん並んでいますね。この辺かわいいですね。この辺がかわいいな。この16分音符のネックレスには留め具にサントリーホールのロゴがありました。実際に試着させていただきました。鏡を見てつけていたので逆向きになってしまいましたが、パールの粒が上品でとっても可愛いデザインですよね。他にも素敵なデザインの文具や小物が並んでいます。ちなみに人気商品はこちらのリングノートだそうです。左から大ホールのオルガン、モニュメント響き、そしてモザイク壁画響きのデザインです。どれも美しく洗練されたデザインですね。私はこちらのオルガンが気に入りました。ブルーローズのデザインのリングノートもありました。ブルーローズ関連のグッズもここにたくさんあります。ローズの香りのする石鹸も上品でさりげなく香るので、年齢や性別を問わず使えるアイテムです。こちらのネクタイには楽譜が書いてあります。何の曲かこれだけで分かった方はぜひコメントをお寄せください。さて、大ホールの前に移るとプレートやメダルがたくさん並んでいます。こちらのプレートはサントリーホールの初代館長佐治慶三氏のプレートです。慶三氏はサントリー創業者鳥居慎次郎氏の次男で、
父の後を継ぎサントリーの第2代社長となった人物でもあります。慶三氏は文化芸術に造詣が深く、クラシック音楽を本当の意味で日本人の生活文化として根付かせたいという熱い思いから、このサントリーホールが生まれたのです。こちらのプレートは慶三氏がアドバイスを求めたカラヤンのプレートです。サントリーホールを絶賛するカラヤンからのメッセージを読むことができます。こちらの白いプレートは提携記念プレートです。左がウィーン学友協会との提携記念プレートです。ウィーン学友協会とは言わずと知れたウィーンフィルハーモニー管弦楽団の本拠地黄金のホールを持つ団体です。こちらのプレートはカーネギーホールとの提携記念プレートです。カーネギーホールはニューヨークマンハッタンにあるコンサートホールで、ドボルザークの交響曲新世界よりやガーシュウィンのパリのアメリカ人など数々の名作を世界初演している先進性の高いホールです。サントリーホールはこうした世界屈指の素晴らしいホールとともに音楽文化を普及していく世界的なホールなんですね。そしてその活動は多方面で評価されています。これらのメダルもサントリーホールの功績を称えて贈られたものです。これはフランツ・シャルク金メダル。フランツ・シャルクとはウィーン国立歌劇場の芸術監督を務めた人物です。彼の名を冠したこのメダルはウィーンフィルハーモニー管弦楽団がウィーンフィルのために著しい功績を残した人物に贈る特別なもので、50年間で贈られたのはなんと26人。たった26枚のうちの2枚がこちらにあります。佐治慶三氏と3代目館長佐治信忠氏の2人に贈られています。サントリーホールが日本だけではなく世界にも影響を与えていることが伺い知れます。サントリーホールのコンサートに行くときには少し余裕を持ってこうしたプレートやメダル、アートやショッピングなどを楽しむ時間を持つのもいいですよね。さて、サントリーホールはこうした設備だけではなく、いろんなおもてなしをしています。例えばエントランスで出迎えてくれるレセプショニスト。日本のコンサートホールで初めてレセプショニストを導入したのはサントリーホールなんです。また正午と開場時間にはエントランス前でこんなおもてなしもあります。このオルゴールの音色を聞きに会場時間に集まる方も多いそうです。ちなみにホワイエにあるクロークもおもてなしの一つですね。遠方から来られた方のスーツケースや楽器などを預かるために広いスペースが用意されています。そしてクロークの隣にはドリンクコーナーもあります。間奏曲という意味のインテルメッツォという名前がついているこのドリンクコーナーは1階に2カ所、2階に1カ所の合計3カ所に用意されています。こんな風にコンサート前や休憩中に観覧できるのもいいですよね。ドリンクを飲まない方は2階の休憩スペースで休むこともできます。さて、隅々まで見てきましたが、エントランス前からホールの細部まで、そしてコンサート前からコンサートの終わりまで、サントリーホールはあらゆるところにこだわりが詰まったコンサートホールでしたね。いかがでしたか？サントリーホールお楽しみいただけたでしょうか？今日の動画良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。サントリーホールに行きたくなった、サントリーホールで聞いたこのコンサートが良かったなど、皆さんにとってのサントリーホールについてぜひコメントにお寄せくださいね。サントリーホールでは毎日のように素敵なコンサートが行われていますので、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、その耳で素晴らしい響きを堪能してください。ちなみに私は無料で登録できるサントリーホールメンバーズクラブに入っています。
メンバーズクラブに入っているとチケットの先行販売や割引チケットなどクラシック音楽ファンにとって嬉しい情報が届きます。気になる方はぜひ概要欄のリンクからメンバーズクラブに登録してみてくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や有名曲の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。